はい、どうもどうも。今回は機械式の腕時計を分解しながら、その仕組みをみんなで学んでいきましょうっていう動画です。機械式の仕組みっていうのは、いろんなね、腕時計の本とかでも紹介されたり、よく紹介される内容だと思います。ただ本とかだとね、どうしてもやっぱり構造図とか、分解図とか見てもね、どうしてもこうしっくりこないというか、なんか分かったようでよく分かんないみたいな感じになると思うんですよ。それを実際にこう分解しながら見ていってもらうことで、こうなってるんだなっていう感じで、点と点をつなげるような形にね、なればいいなと思ってます。それで、あくまでね、私素人なので、腕時計が好きで、趣味でね、こう分解をしてるっていうだけなので、あくまでね、プロではないです。なので、見てもらった時に、見苦しい部分とかね、あると思うんですけど、そこはね、ちょっと生温かく見守ってもらえればなと思います。今回分解するのはセイコーのマーベルです。このチャンネルね、マーベルばっかり扱って、マーベル腕時計チャンネルっていうか、マーベル専門チャンネルっていうわけじゃないんですけどね。古いっていうのもあって、斬新で、日付表示もなくて、作りがシンプルなんですね。なので、今回はね、このマーベルを選びました。それではね、分解を開始しましょう。で、このマーベルはいわゆるスナップバックって言われるね、裏蓋になってます。スナップバックの裏蓋の外し方は、今隅の方にね見てもらったらちょっとだけこう隙間が空いてるの分かります？その隙間にね、こじ開けっていう道具をねじ込んで外すっていう、結構ね力技なんですね。ちゃんとしたお店なんかではね、ビニールをかませてケースに傷がつかないようにとかやるんですけど、ここはね昔ながらのもう直でね入れていってます。はい、こんな感じで裏蓋は取れます。で、次が、風防側ですね。で、これも同じように溝のところに、こじ開きを入れてパチッと。これで今外れました。固まっててね、固着してる場合もあるんですけど、これはちょっと練習で、開けたりしてたので、これは簡単に取れます。で、そのままだと、ケースからムーブメント、あと文字盤取れないので、まずはね、針、自分針と秒針を外していきます。で、文字盤に、傷がつかないようにビニールを敷いて、専用の工具もあるんですけど、私も、マイナスドライバーで代用してます。で、こういう感じで、針を外して、で、落として、これで終了です。で、このままだと、リューズがあってね、リューズがこう刺さってるので、外側から、このままだとね、ネジをどんなに外していっても、ケースからムーブメントは出ません。なので、まずは、このリューズ部分ですね、を外していきます。ここのネジですね。この小さなネジの部分がリューズをこう固定するような、外れないようにする役割になっているので、ここをネジをちょっとだけ緩めることで、こういう感じでね、リューズを外すことができます。で、リューズが外せたら、あとは、ムーブメントを固定しているネジを緩めていきます。で、この2箇所を緩めることで、ムーブメントがケースから、外れます。このネジが外せたら、こういう感じでケース、パチッと取れます。で、これで文字盤とムーブメントだけになりましたね。ちょっとリューズはね、ここ戻しておいて、リューズがね、保持してるパーツもあるんで、それがポンとね、落ちて、なくしたりしないように、一旦ね、ちょっとつけておきます。で、これ文字盤とムーブメント今くっついてるんですけど、これを外すには、この横にあるね、ネジを緩めていきます。で、そこに入れて、それを緩めることで2箇所。ネジが取れるまで緩めなくても、ちょっと緩めたらね、大丈夫です。
こういう感じで文字盤とムーブメントが分離できます。で、まずはね、もうそのまま落ちてしまうんで、まず表側の落ちてしまうパーツをね、こう外しておきます。はい、こんな感じですね。で、ちょっとね、実際別に使わなくてもね、やろうと思ったらできるんですけど、雰囲気を出すためっていうのもあってね、ムーブメント、ホルダー、こういう専用の道具を使って分解していきます。で、まずはね、表側のね、パーツから外していきます。ここのね、ネジがおそらくこのマーベルで使われているネジの中では一番小さいんじゃないかなと思いますね、ここの部分の。どれぐらい小さいかっていうと、隣にちょっと1円玉を置いてみると、このサイズなんですよね。すごい小さい。これはね、本当に風が吹いただけでも吹き飛んでいきそうな、そういうネジのサイズですね。それが、2箇所固定されているので、両方とも外していきます。もうちょっと乱暴ですけど、なくなってしまうよりはマシかなということで、とりあえず落としました。押さえのね、奥に歯車が2つありますので、それも2つとも外します。この辺りは地震、時間を計る地震を回したりとかいう時に使われる歯車ですね。ここからはね、裏側の分解をしていきます。まずは、この今元気よく動いてる添付を外していきます。で、ここはね、機械式の心臓部みたいなところなのでね、気をつけてやらないといけないですね。で、ネジを、ここも、ネジ止めが1つあるんで、それを外して、で、ピンセットで受け部分をこう浮かせてですね、外します。で、こういう感じで添付の部分を外しました。で、これはね、ヒゲゼンマイって言って、振るとね、ブルンブルンブルンってなるような、そういうパーツですね。で、今一旦ね、添付外したんですけど、このまま分解していくと、ゼンマイの動力がね、今、保持された状態になってるわけです。なので、どこかでね、引っかかりを外してしまうと、もうすごい勢いで、ぐる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 って歯車が回転してしまうんですね。まずはこのゼンマイをね、ほどいておきます。まずはゼンマイが勝手に回らないようにして、最初は順回転させます。巻く方向に。で、そのタイミングで、コハゼっていうね、逆回転を防止する部品が戻らないようにして、ちょっとずつ緩めていきます。ちょっと動画でね、すいませんね、この、結構慎重にやらないと、作業なので、ちょっと動画にうまく出せてないですけど、ここはちょっとご了承ください。で、今これで、ゼンマイが、ほどけた状態になりました。それでもうこれほどけたので、先ほど添付の下の部分にあるアンクル部分ですね、取り出していきます。で、アンクルっていうのは見たらね、腕時計のパーツとしては結構有名なパーツなので、多分わかると思います。で、これもね、結構細かなネジが使われてます。慎重にネジを外して、で、これ2箇所止められてるので、もう一つの方も外していきます。で、ネジが外れたら、この押さえ部分を取り出してと。で、その下にあるのが、これがアンクルですね。この小さいのがね、このアンクルっていうやつで。で、ちょっと小さすぎてね、よくわかんないかもしれないですけど、ちょっと特殊な形状をしたね、腕時計の部品です。これで添付周りが外れたので、ゼンマイあたりをね、分解していきます。で、このゼンマイの、ここですね。これ丸穴車って言うんですけど、これだけね、ネジのね、方向逆なので、それだけ覚えておいたらいいのかなと思います。リューズを巻いたらね、ゼンマイが巻かれると思うんですけど、それを媒介するね、歯車ですね。で、こっちが、ゼンマイの方の歯車ですね。
で、こういう感じで、ネジで固定されているところも外していきます。これね、ネジが引っかかっちゃったら、もう、本体を回しながら取るっていうのがね、私の素人流ですね。で、これで外しまして、で、今見えたのが、これがゼンマイが収められてる箱ですね。で、次に上側のね、三角形の、板でね、覆われてるところなんですけど、ここもネジがついてるので、同じようにネジを外していきます。ここはね、成功のマークが入ってたりとか、してるんで、あんまり傷つけないようにね、扱いたいですね。で、外してこんな感じですね。で、ここで歯車が何個か出てると思います。これが、秒針を司る4番車。で、これが3番車ですね。最後が雁木車といって、先ほど取り出したアンクルとセットになってる、いわゆる脱進機って言われる部分ですね。詳しい説明はね、後でやりたいと思います。で、さらに、間に入ってるパーツを取り除いていきます。で、これで見えたのが2番車ですね。で、このゼンマイが入ってる香箱を、取り除きます。で、それで、これ今見えてるね、2番車っていうのは、裏のね、歯車とつながってて固定されてるんですね。最初に取ればいいんですけど、私全部分解してからね、取ってます。で、専用の工具でね、本来は取らなきゃいけないんですけど、専用の工具がないので、もうこれは正直ビニール、あと布とかをね、間に挟んで指でね、ぶっこ抜いてます、これは。ここはね、許してください。で、これで一通り歯車とかが外せたので、あとはリューズ周りのね、部品だけです。ネジ止めされてるところを外します。で、上から押さえられてる部分を、パーツをね、外します。これもなんか珍しい形したね、パーツですね。この部分にはね、バネが使われてるんですよね、この下の部分には。で、バネっていうのはね、もう分解しててもすぐ、ちょっと気を抜いたらね、飛んでいくパーツなので、ここはね、気をつけてください。ピンセット2本で押さえながら作業してます。リューズを抜いた時にね、回したネジを、緩めます、もう一度。もう一度緩めてからリューズを抜けば、周りの部品が全部取れていきます。で、これで一通りね、全部分解できました。で、こういう感じで分けたやつをね、使って、このパーツの中でも重要な部品を使って、機械式時計のね、仕組みをね、説明しておきます。で、まずこれがゼンマイですね。時計の動力になる部分です。でそれからこれが2番車と言われるものです。ゼンマイの力を一番最初にね、受け止める歯車が2番車ですね。そして次が3番車です。ゼンマイは香箱車とも言われてね、1番車とも呼ばれます。で、今置いたのが4番車で、1番車、2番車、3番、4番という形で力が伝わっていきます。
2番、3番、4番っていうのがいわゆる輪列って言われるものですね。で、これそのままだとゼンマイのほどける力がそれぞれ歯車にそれぞれ伝わるだけで、もうピュッとね、歯車が瞬時に回ってしまって、何も時間が計れません。このゼンマイがね、ほどける力を制御しないと。で、そのためにあるのが、雁木車。こちらです。で、この雁木車が、雁木車の動きを制御するのがアンクル。これです。すごいちっちゃい部品ですね。この2つが歯車が一定の周期で進むように、一気に進んでしまわないように歯車を止めます。止めてるだけだったら時計は進まないので、定期的にね、こう力を解放して動かさないといけないわけですよね。で、そのどのタイミングで動かすかっていうのを決めるのがこの添付です。で、動力がこう伝わってきてここで止められます。で、これが制御し、雁木車が制御して、その制御はこの添付の動きに依存してるっていう形です。じゃあどういうふうにね表示してるかっていうと、まずは秒針は4番車の動きにね依存してます。そして分針は2番車に取り付けられてます。ということは2番車っていうのは1時間でねちょうど1周するように作られてる歯車っていうことが言えます。で、地震はじゃあどこにつけるんやっていうと、実はね2番車の力をね間接的に利用して地震はね動いてます。なので直接に近い形で取り付けられているのが分針で、間接的に2番車の力を使っているのが地震ですね。そして重要なパーツ、他で言えばこのリューズ部分ですねあります。リューズを使って、ゼンマイを巻いたり、それから、時刻合わせの時に分針が動きますよね、リューズを動かすことで。そういう形で、それらを制御するのがリューズになります。添付で、時間を超速をして雁木車がそれによって、規則正しく動いて、そして輪列がそれに合わせて進んでいきます。そしてその元の動力はゼンマイっていう形です。繰り返しになりますが、機械式腕時計の仕組みですね。いろんな部品、今分解するとき出てきたと思うんですけど、肝となる部品はね、これらです。で、最後にね、ちょっとおさらいっていう形で、次は分解したところからね、組み立てていく様子をお見せします。これ2番車ですね。で、裏側に、留め具というか、これが筒金と呼ばれる部品ですね。をはめていきます。で、これでちょっと仮止めをして、で、これががっちりね、噛み合わないといけないんですよね。で、これもね、専用道具あるんですけど、ないんで、割り箸で、こう、グッと押せばね、傷もつけずに止めることができます。こういう感じです。次に、リューズ周りをね、やっていきます。ここにね、歯車をセットして、で、横から巻き芯が貫いていくように、リューズをはめ込んでいきます。これで入りました。で、次が、リューズが外れないようにね、する、外れないようにするパーツなんですけど、これもね、結構ちっちゃくて、これもはめておきます。で、これは、裏側のこの部分をね、締めることで、あのパーツも固定されるようになってます。で、これでリューズが抜けなくなりました。で、他の部品もね、合わせてやっていきます。穴にね、入るようにこう入れまして、
バネの部分ですね。このバネは、作業中にね、飛んでいくことがないようにピンセットを2本使ってね、押さえながらちょっとやってます。これは結構慎重にやらないと、私もバネの部品は結構飛ばしてなくしたこととか普通にあるんで、これはね、すごい慎重にやらないといけない作業ですね。で、上から、蓋を押さえて、で、他の部品とこれ噛み合ってる部分なのでね、ちゃんとそれが噛み合うようにセッティングしてからネジで押さえていきます。で、次はね、ムーブメントホルダーに固定して、他の部分をね、埋めていきます。まず歯車ですね。この辺は、リューズを回して、今のところは時刻合わせをするとき用の歯車ですね。で、今のが、2番車と、え分針、地震を仲介する表側の歯車ですね。かなり小さな、ネジでここは止められているので、ここも慎重にね、作業していきます。このね、ネジが本当に、ここのネジはね、本当に小さいんですよね。で、ちょっと力を入れすぎたらね、こう飛んでいきそうなので、丁寧にね。で、こんな感じで、閉まって表側は、今の段階では、大体完成ですね。裏側からいきます。まずはゼンマイを入れて、2番車と噛み合っていることを確認します。プレートをね、入れてネジで留めておきます。で、ここが完成したら次は輪列の歯車ですね。その前にすいません、プレート間に挟んでなかったので、これが2番車の間に1回挟んでからになりますね。こういう感じで、間のね、板を取り付けて、で、これで、まずは、これが3番車を入れて、4番車、そして雁木車ですね。それぞれね、噛み合ってるかどうか、綺麗にね、整えます。で、なぜかっていうと、その後にね、この受け板を乗せるんですね。で、その時にそれぞれ、今このルビーがね、見えてると思うんですけど、人工ルビーが。これの穴とね、綺麗にいかないと、綺麗に回っていかないので、ちゃんとはまるように整えてから設置していきます。ネジ止めをしっかりして、リンレスがちゃんと固定されるように、ちゃんと動くようにしておきます。ちょっと暗くて見えにくいですけど、雁木車がちゃんと回ってるかどうかっていうのが一番重要ですね。次はゼンマイ周りの方も組み立てていきます。で、この、先ほども言ったように、ここのね、歯車だけは逆方向の周りになってるので気をつけてください。で、ここね、ネジで回してるんですけど、途中からはね、ゼンマイとの関係で回らなくなるんですけど、ここは後でね、ちゃんと締めるので、一旦は仮止めみたいな形です。
で、次が、アンクルですね。アンクルを置いて、その上にですね、この受け板を置きます。で、また歯車でそれを固定しておきます。で、アンクルってすごいちっちゃな部品なんですけど、そのちっちゃな部品がね、ちゃんと、軸がちゃんとルビーのところに当たるように、このネジもつけていかないといけないです。で、ちゃんとそのつけた後にアンクルがちゃんと動くかどうか、変な形でなんか挟み込んでないかっていうのを確認します。この次が添付ですね。ちゃんと入れて、で、ここは穴がね、こうあって固定されるようになってます。場所が決まったら、あとはネジ止めです。で、こんな感じでネジで止まったら、こうね、添付がちゃんと動くかどうか確認して、で、ゼンマイを巻いていきます。で、ちゃんとこう添付が動き出しましたね。で、次もう一回表側に行きまして、この辺の部品をね、最後の部品を取り付けて、その後文字盤を置きます。で、先ほど最初にやったように、サイドにあるネジを締めて、文字盤とムーブメントを固定します。こんな感じですね。これで固定されました。で、ケースに入れます。で、ケースに入れるときに、リューズがあったら、入らないので、リューズをね、ネジを緩めて、これもね、回しすぎると他のね、パーツが外れちゃうんで、ちょっと様子見ながらやってます。リューズを戻して、で、ネジを締めて、リューズを固定します。最初にね、やったようにネジでムーブメントをケースに固定します。これでくっつけることができました。次は針ですね。まず自針を設置して、で、ちょっとね、木製のピンセットでちょっとこう押さえてます。で、次が、粉針ですね。で、粉針を乗せて、位置を整えてから、木製のピンセットで上からトントンしてます。で、最後が秒針です。で、秒針は、こうね、うまくこうパッと入ると動き出します。ただそれだけだと弱いので、その後にちょっと押さえて、ようやく完成という形ですね。これで針が取り付けできました。で、風防をはっつけて、これね、風防をつけたり、裏蓋をね、入れたりする機械がね、別途あったりするんですが、もう私はもうこれは普通に両方とも押さえて手でグイグイグイってやってね、これで圧迫して取り付けてます。で、これで組み立て完成です。こういう早送りの動画で見るとね、なんかスムーズに作業してるように見えますけど、結構なね、時間をかけてやってます。で、こういうのをね、自分で一回やると、なんかオーバーホールっていうのをね、頼むときに、なんかすごいお金の出し惜しみ感がなくなってね、いや、もうこれだけやってくれるんだったらもう、これぐらいもう出して当然や、みたいな感じでね、なんかそれまでオーバーホール代高いなとかって思ってたところが、いや、それぐらい、やってくれてるんだなっていうのがね、分かって結構いい勉強になります。で、今回は腕時計を分解して、で、こう仕組みを解説して、で、そしてもう一回組み立てるっていう流れをやりました。で、もちろんね、私、素人で独学でね、いろんなとこから情報を集めてやってたので、正当なやり方とはね、違うと思います。
そうなんですけど、なかなかね、こういう腕時計を分解する動画とか解説する動画っていうのを探しても、なかなか日本語でちゃんと丁寧に紹介してるっていうのもほとんどなかったので、こういう動画があってもいいかなということで、今回この動画作りました。それではね、今回はこの辺で終わりです。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。